ババン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 ビバビバビバババンババンバンバンバ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 ンバンビバビバビバババンババンバンビババのはい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにカリカリと鰹節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、白黒のクータくん、白茶のゆりさん、三毛猫のたまちゃん、画面に収まっておりませんが、グレーのぐちゃん、チャトラのまさるくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいなと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールじゃない、シーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかな。藤子さんに誕生日プレゼントあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。にゃんこお花に興味津々。かじらないでくれるといいけどな。直前になってここに置いてみたはいいものの。そうだ、にゃんこな。花食べる可能性があるのでな。ヒヤヒヤもんだぜ。はい。ぴょんさん、猫ちゃんたち。暑さ対策大丈夫ですかね。どうだろうね。今のところエアコンつけっぱなし大作戦でね、昨日から始まっておりまして。お客さんがいない時間帯はいいです。お客さん来ちゃうとエアコンがなくなるのでね、今後長時間だとどうなるかしらっていうね、ところの対策が、まだでございますな。というわけで、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言います。で、なんでジャスティースって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では行きますよ。せーの。ジャスティス。はい。
ゆりたんとジャスティスしてみました。ちょうだい、ちょうだい。今日は氷の入った冷たい水だよ。まあ、冷たい水とは言ってもさ、普通の常温の水なんでね、あっという間に氷溶けるんでさ、と思って、で、氷作ったからさ、いっぱい入れたわけよね。あっという間に溶けちゃうだろうと思ったからさ。そしたらね、結構今日はね、準備が早かったんだよね。なので、早めに氷を入れた水を準備したんで、すっかり冷たくなってな、今日は氷の入った冷たい水になっております。お店で出てくるお冷やのようで美味しゅうございますよ。てんたまさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピヨンさん、ジャスティス。ありがとうございます。てんたまさん、今日は何の日ね、今日何の日なんだろう。何の日って言われると、今日何の日なんだろうね。ねえ、ピヨンさん、コップを冷やしておくとだいぶ違うよ。ねえ、だからそこに水入れてさ、ね、コップごと冷蔵庫に入れときゃいいんだろうけどな。そういうことすると忘れんだよね。てんたまさん、今日は父親が入院してちょうど1ヶ月。ああ、もうそんな経つか。そうなんだね。どんくらいかかるのかな。まだあと2ヶ月ぐらいかかるもんなのかね。なんかね、骨折とか言われたらな、なんか3ヶ月ぐらいかかりそうな気がするもんね。そう、てたまさんに、今日は、そうめんだな。そうめんをもらいまして、さっき届いた。さっき届きまして、ありがとうございます。初めて間に合った。もう全然外しだったからな。やっと受け止められたよな。でももうすでにいっぱいおしっこされてるから、もう全然1個受け止めたところで、全くあれだけど、みたいだな。今日もさ、メルセデス・ベンツのお店にさ、ランチ食べて、で、暑かったんだよね、今日ね。でさ、期日前投票、そうだ、しなきゃいけなかったっつうんでさ、期日前投票もさ、行ってさ、だから本当はもう一箇所どっか行けたらなんて思ってたんだけど、いや、暑くて無理と思ってさ。でね、メルセデス・ベンツのさ、お店のさ、なんだ、フライドポテト山盛りだったの。フライドポテト山盛りで、お、これ想定外だったぞと思ってな。で、それをいっぱい食べて、もう疲れて帰ってきたんだよね。で、家帰って寝ようと思ってさ、寝たらもう秒でゆりさんにおしっこされてさ、もうと思って。なんかジョ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 って音がするから、嘘どこと思ってさ、そしたら私の後ろ、すぐ背中のところ、なんかね、どうも私は濡れた感覚はないので、かからなかったみたいなんだけどさ、場所的にさ、って場所にさ、されてっからさ、もう横になって秒でおしっこされてるね。もうこれ、昼寝すらできねえのかと思ってね、参ったよって感じでな。まあ、結局おしっこされてない無事なところで端っこでちっちゃくなって昼寝はしたんですけどもね、みたいなね、感じでな。ゆりたんはどうも私が横になるとトイレだと思ってるみたいでな。おしっこしないと気が済まないみたいだね。てんたまさん、最長3ヶ月。3ヶ月。3ヶ月ですね。最長でか。最短とかではなくてな。じゃあもうちょっと早めに退院できるかもしれない感じなのか。ぴょんさん、うちの父親は去年10月に
救急搬送されて以来、ずっと入院中なの。あ、そうなんだ。コロナのワクチンだいぶ受けちゃった感じなのかな。てんたまさん、大丈夫なのですか？そうだよね。10月からっつったらもう、どんくらいなの？かなり長いよね。救急搬送ってことはね、なんか、ね、持病っていうのとかとは違うってことだもんね。てんたまさん、フライドポテト山盛りとはそう。想定外だったんで、お、そうかと思ってね。それは想定してなかったと思ってさ。なんかメニューがハンバーガーかスパゲッティのどっちかから選ぶみたいな、そんな感じだったんで。で、まあ、ハンバーガーならハンバーガーで何種類、スパゲッティならスパゲッティで何種類みたいな感じで、まあ、この中から選ぶみたいな感じだったんだけど、システムがよくわかんないっていうの、書いてあることがよくわかんないっていうの、なんか、これ、何想像できないんだけど、みたいなね。なんか、アルファベット3文字でプラス300円とかさ、プラス800円とかさ、なんかなってるわけ。何も理解できないし、なんかプラスされてもさ、みたいな感じで、そうするとプラスされないメニューってどれなのみたいな感じでね。で、まあ、その今日の、パスタはこれですみたいに説明されたのが、まあ私が食べれるやつだったんで、それにするか、でもその写真で見たのはハンバーガーだけだったわけよね。パスタはなかったわけ。で、ハンバーガーの方には、ベンツのマークがね、刻印されてるわけ。刻印っていうのついてるわけよね。だからね、で、パスタの方はさ、ベンツのね、その絵はどう乗るのか乗らないのかがちょっと想像できなかったので、絵的にさ、ね、ベンツのお店来たぞっていうのが分かる方がいいだろうなと思って、ハンバーガーの方を注文したんだよね。そしたらさ、フライドポテトが山盛りだったんで、おっと、パスタにしとけよかったか、なんて思いながらね、その山盛りポテトを全部食べまして。食べた時はまあ良かったんだけどね。まあその後さ、コーヒー飲んで、まあそのコーヒーで胃がやられたのかな、どっちかというと。ポテトの油でやられたのか、まあコーヒーでやられたのか、まあどっちだかわかんないけど、みたいなね。まあ両方かもしれないけどね、食べ合わせで。食べ合わせでダメだったのかもしんないって思ったんだけど、家帰ってくる間ね、まあ今日はお腹が痛くなって、ピンチになることはなかったんでよかったけど、よかったけどね。ただまあ帰りに、おっと、今私めっちゃ梅干し食べたいと思ってね、やべえ、今後ちょっと移動するときはね、梅干しね、持ち歩いた方がいいかも。なんか梅っていうか塩っていうか、なんか塩持ち歩いた方がいいかもっていうくらいね、帰りちょっとフラフラ。あ、そっか、期日前投票行ってな、場所がさ、遠いんだよ、そうでさ、なんか大田区民だからやっぱり大田区のどっかしらでね、なんか投票しなきゃいけなかったみたいで、で、まあ今日行ったのがさ、六本木なんだけどさ、まあ都知事選だから東京都民だったらね、投票できるわけでしょ。ってことは東京都のどっかしらのそのさ、期日前投票できるところ、行きゃ投票できんのかと思ってさ。で、まあ、六本木のあたりにどっかね、なんか、まあ、六本木じゃなくてもさ、駅近とかで、なんかね、投票できるところあるかなと思って見てみたらさ、なんかさ、大田区しかないわけよね。大田区と思ってさ、大田区遠いんだよな。だからさ、品川だったらいいのにさ、大田区遠いわけよ。だからもう、と思ってさ、なんで都知事選なのに大田区じゃなきゃダメなのと思ってさ。で、そうするとね、結局一番近いところは普段行ってるところだなっていうので。で、ね、炎天下の中、一駅歩って帰ってこなきゃならないってさ。まあ、その時にフラフラだったわけ。やばい、梅干し食べたいみたいな感じだったんで。で、家に帰ってきて塩水をさ、一気飲みして、
でさ、塩と思ってたからな、塩大量に入れちゃった。塩水飲んだんで、しょっぱくてさ、やべえ、ありすぎた。逆に気持ち悪いみたいなね。しょっぱすぎて気持ち悪いみたいな状態になって。で、まあ暑かったしさ。で、うちの中はエアコンつけっぱ大作戦だからさ、涼しいんでね。そこから帰ってきた分にはさ、ああ、涼しい部屋で寝ようと思って横になった瞬間、今度はゆりさんにおしっこジャーってされるし。もうなんだみたいなね、感じでした。大丈夫なのですか？フライドポテト山盛り、そうそうそう。てたまさん、ベンツのお店で、はい、ベンツ置いてありました。ベンツ置いてありましたけど、なんか触らないでとも特に書かれてないけど、なんか触っていいのかどうなのか分かんなかったから、まあ一応触らないでおいた。触らず、映像にだけ撮っておきましたっていう感じね。てんたまさん、入院したら、大抵の患者は3ヶ月で強制退院させられるのになるほどね。だから最長3ヶ月ってことなのか。まだ入院されているとはね。てんたまさん、映えますね。山盛りポテトね。これ私食べんだよね、みたいなね。出てきた時に、おーっていう感じはいいんだけどさ、おーっていう感じはいいんだけど、これ私食べんのよね。これ食べないとデザート出てこないのよね、みたいなね、感じで耐久レースだったな。ピョンさん、産休身体障害者になっちゃったの。産休身体障害者っていうのはどういうことなのかな。なんだろうな。ポストメイトみたいな。なんていうの、人工肛門つけるとかそういう感じかな。てんたまさん。梅干しあると助かりますね。そうで、今までっていうかさ、前にさ、大阪行った時にね、バスでちょっと酔ったんでさ、梅のお菓子買ったじゃんか。ただ帰りは平気だったんで食べないでいたやつを、ね、そのままリュックに入ってて、でね、どこだっけ、ポニーランド行った時お腹空いたのに食べ物にありつけなくて、ね、それを食べたけどもさ、まあそれしょっぱいんでね、そんなに大量に食べられるもんでもないからさ、半分ぐらい残ってたんだよね。たださ、なんだっけ、ジェットスターに乗るのにさ、手荷物が7キロ未満っていうのでさ、全部、できるだけ軽くしようと思ってさ、梅干し、置いてったんだよね、うちに。それきり、梅干しの素材ね、すっかりまた元に戻すの忘れててさ、梅干し今あればよかったなって思うことがさ、まあさ、よくあるんだけど、ね、なんか、また忘れてた、また忘れてた、みたいな感じで。で、まあ今日はリュックじゃなかったから、そもそもね、持ってなかったっちゃ持ってないんだけど、うちにあるあれ、うちにあるあれ、今欲しいなって思うことがまああってね、今回ちょっと忘れないように持ち歩いとかないとなって、ね、思った感じですよ。ピョンさん、梅干し食べてスーパーマン。てんたまさん、産休ですか？うちも産休くらいになりそう。そうなのね。てんたまさん、ピヨンさんはレインボーマンですよ。はい、レインボーマンお待ちしております。レインボーマンさんお待ちしておりますよ。ピヨンさん、ところで皆さん、エアコンの設定温度は何度にしてますか？てんたまさん28度ですね。うちと一緒だな。まあ、うちと一緒とは言ってもな、私は28度にしてんだけど、お客さんに、限界いっぱいまでね、温度下げられるんで、動きますけどね。自分で設定するときは28度ですな。そうで、今日はね、てんたまさんからそうさっき届いて送られてきたさ、あずき島のそうめんな。あずき島のそうめんすげえ大量なんだけど、あれ何キロなんだろう。自分で測れよって感じな。なんかさっき届いて、
で、届けてくれた人がね、ちょっと重さありますんでって言われて、はいっつって受け取った時にさ、思ったより重かったで、おーってなって。思ったより重いなと思ってさ。で、なんだろう、これ、うどんいや、うどんかなと思ったわけ、天玉さんだから、これもしかしてうどんかなと思ってさ、うどんかなと思ったらさ、そうめんだからさ、うどんよりもそうめんのがさ、麺細いからさ、もっとあるよな、うどんで食べる量よりもさ。そうめんか。でさ、あれほら、小分けっていうの小袋に入ってるわけじゃなくて、ずっしりの箱にドーンって入ってるからさ、ね、これ食べないとね、いけないやつだからさ、これはそうめんオフ会するしかないじゃんって思ったんだけどさ、ね、今日そのそうめんオフ会のね、相談する人が来てないんでさ、どうしようかみたいな感じね。私が勝手に日付決めて、ちゃんとみんな来てくれるかわかんないのでさ、日付決めて欲しかったんだけどな、好きな日にな。3キロ超えな、3キロ超えね。何食分なんだか、全然なんか計り知れない感じだったので、開けて、おうと思ってね、なるべく酸素にさ、触れさせないように、おうと思って閉めて。見て、とりあえず、そこまで入ってんのは入ってるみたいなね。ずっしり、隙間なくね、箱に隙間なくそうめん。すんげえと思って閉めてさ。なるべく空気に触れさせないようにと思ってさ。ね、だからまあ来月あたりにね、そうめんオフ会でさ、まあみんなが食べてくれればちょうどいいぐらいかなと思って。一人じゃさすがにちょっと限界あるしさ、みたいなね、感じだったってね、これはそうめんオフ会するしかないじゃんと思ってさ、ね、今日相談する、人がいない。来てないけど、みたいな感じだな。今23度です。暑いのかな福岡はね。なんかさ、長崎行った時さ、なんか暖房効いてんのっていう感じだったんでさ、でさ、東京よりも気温は低かったんだよね。気温は低いんだけど、ただ暖房効いてるのって感じだったんで、暑かったんだよ。だからなんか不思議、どっちなんだろうって感じだったんだよね。寒いのかなっていう。九州は寒いのかな寒がりなのかなって思ったんだけど、違うのかな暑いのかなまあ今日は暑いもんね。だから今日はまあね、そんくらい暑いから、涼しくしてるってことかもな。てんたまさん、限界いっぱいって20度ぐらいですか？いや、なんかね、18度ぐらいになってた気がするよ。てんたまさん、3キロですね。3キロな。てんたまさん、うどんは茹で時間長くて非経済的ですので、確かに言われてみれば。そうめんだったらね、一瞬で茹で上がるのかな。ね、暑いもんね。そうだよね。長く茹でるのは暑いもんね。てんたまさん、賞味期限2年は大丈夫ですので、そうなんだ。あの状態でじゃあ大丈夫なんだ。そう、だからさ、一応紙が入ってたんでさ、保存の仕方とか書かれてたんでさ、それ見たんだけど、なんか床に直置きじゃなくて、マスの子かなんか敷いて、その上にね、置いてくれよと。で、時々天日干ししてくれよって言うから、天日干し天日干しは無理だよ、この量みたいなね、感じだったんでさ、いや、こりゃさっさと食べるしかねえと思ったけどね。最初はまあ、備蓄になるからね、とは思ったんだけどさ、そっか、まんま入ってると思って。まんま入ってるよと思ってね。これだから真空パックとかするのもちょっとね、あれだしなと思って、食べるのがいいかなと思ってね、みんなでありがたく食べるのが楽しげでいいんじゃないのかなと思ってさ。てんたまさん、一人前が2束で60束入ってますので、30人前、ええ話や。
30人前か。まあね、みんな張り切って大量に食べてもらうことを考えて、15人ぐらいでやるといいのかな、そうするとな。そうめんオフ会な。たぬこさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ピョンさん、山かけうどん、うまいね。山かけうどんってどういううどんわかんないな。とろろかなんかかけたのを山かけうどんって呼ぶのかな。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。そうめんはお好きですか？はい、たぬこさん。そうめんはお好きですか？ぜひ、そうめんオフ会のね、茹で係で、茹で係で参加してもらえると、助かりますよ。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。てんたまさん、18度は、死ねる。みんななんかさ、限界にしていくわけよね。まあね、いる人数が多いからとか、まあ男性がね、何人かいると部屋暑くなるとかいうのはあるかもしれないんだけど、ただね、そうしてった後のさ、部屋、やっぱりね、キンキンに冷えてるわけよね。よくこんな寒いところに入れるよなって、私だと思うんだけど、まあそうじゃないのかねっていう感じな。たぬこさん、そうめん大好きですよ。おお、よかった。おお、よかったぞ。じゃあ、そうめんオフ会はね、たぬこさんに、お任せ、お任せして、開催決定だな。テータはさ、あの状態で全然大丈夫でさ、そういうもんなんだね。すごいね。なんかほら、虫湧きそうとかさ、虫湧きそうと思って、あ、そうそうそうでさ、ウジ虫。そっからの流れでウジ虫の話すんなよって感じなんだけどさ、昨日出てきたウジ虫な、まあ結局猫トイレさ、ね、水で流して砂をさ、ね、流れてってくれないかなと思って頑張って流して、で、その後天日干ししたけど、まあどうかなと思ったんだけどね、やっぱりダメだったんだよね。やっぱりダメだったんだよね。で、今日ね、トイレ、猫トイレのさ、下ね、1週間持つシートをいつもだったら敷いてて、でね、月曜日のゴミ捨ての日にさ、そのシート捨てるんだけど、昨日木曜日の時点でね、もうウジが湧いちゃってたんで、しょうがないから諦めてそれは捨てて、でね、普段、ゆりたんのおしっこさ、こう受け止めてる、1回分のシートっていうのかな、をそこに代わりにね、敷いて、で、置いといたわけよ。で、まあ、毎日変えればいいかと思ってね、その次の時までと思ってさ。で、今日朝ね、どうかなと思って見たらね、やっぱりね、いるんだよね。だから、ああ、ダメかと思って、これ砂変えるしかないんだなと思ってね、まあ、次のゴミ捨ての時までちょっと辛抱してもらって。辛抱してもらって大丈夫かな、ハエが大量発生したりするかな、わかんないんだけどさ、辛抱してもらってと思ってね、とりあえずシート変えてみたいな感じで、全然ウジ虫はダメでした。天日干ししても。っていうご報告でございます。タヌコさん、昔は冷房を16度、16度までなるんだ。16度にして、毛布かぶってるのが好きでした。結構激しいな。たぬこさん、面白いな。聞けば聞くほどな。好きでしたね。じゃあ、暑い部屋でアイス食べるとか、スイカ食べるとか、そういうんじゃないんだね。てんたまさん、100均で、パック買ってきて小分けにしておくのもありですね。そう、それも考えたんだけどね。それも考えたんだけど、ほら、小麦ってなんかさ、虫湧きそうとかって思って、そっか、それの流れで、あれか、ウジ虫の話になったのな。そうそうそうって思ってさ、まあ、とにかくさっさと食べるのが一番平和的で、まあ、残ったらね、そうやってするとか、
せっかく多分いい品物なんだと思うからさ、自分で買う安物と違って。だからまあね、人にプレゼントしてもね、きっと喜ばれるんだろうなっていうものなんでね、まあ誰かにあげる機会があったらあげてもいいかなみたいな感じでさ、そう。で、そうめんって言うと私さ、まあ、イボの糸っていうのがどうやら有名で、その送ったりとかするのにも、なんかイボの糸っていう感じらしいんだよね。だから私も多分そうめんもらい物とかで手にしたことあるのって、イボの糸なんじゃないかなと思うんだけど、あれはさ、イボの糸ではないわけじゃん。なんか、そういうネーミングあんのかな、なんか箱に手延べそうめんしか書かれてないんでさ、なんだろうな、これブランドもんとかだったりすんのかなと思ったんだけど、なんかあれごま油が麺に入ってんの？なんかね、ごま油使用とか書かれてるから、そうめんってごま油使われてんのっての知らなくて、だから今まで食べてたそうめんにもごま油が使われてたもんなのか、それともいただいた小豆島で作ってるそうめんだから、ごま油が練り込まれてるね、他のとは違うそうめんだよっていうことなのか、なんかどっちなのかななんてさっき届いたんでさ、まだ調べてない状態なんで、どうなのかなって思ったんだよね。えーっと、どこだったっけ？ピヨンさん、そうめんの吹きこぼれは、サラダ油、数滴で回帰できますのよ。そうなんだ。じゃあ、サラダ油、入れとけば吹きこぼれないの。そのまま火にかけっぱなしでも。すげえな。てんたまさん、たぬこさんはサバイバル精神に溢れていますね。恐れサバイバルな。サバイバルって呼ぶのか。たぬこさん、曲がり角まで息を止めるとか。確かに子供の時ってなんかやってたよね。意味もなくサバイバルは確かにそれはサバイバルかもしんない。息止めるのね、鍛えるとかはサバイバルって呼ぶかもしんないな。あったよね、曲がり角まで息止めるみたいなさ。なんか子供同士で歩いてる時にさ、そういうことよくやってたよね。ぴょんさん、たぬこさん、16度の快感ありますね。そうなのね。16度気持ちいいのね。てんたまさん、沸騰したお湯にそうめんを投入して、吹きこぼれそうになったら、コップ半分の水を入れて、もう一度ぐらっと沸騰しだしたら、火を止めて、水にさらしますね。そうなんだよね。私、そういうさ、ちゃんとちゃんと麺を茹でたことがないのでね、そういうのがめんどくさいと思ってちゃんと茹でたことがないのでね、ちゃんと茹でると多分そういうことになるんだよな。まあそういうふうにやればきっと美味しいんだろうね。はい。てたまさん、たぬこさん、自分も、ことでの駅と駅の間に息を止めたりしてます。何分止められるの？大樹さん、藤子さん、皆様、こんばんは。坊主は、本日もしぶとーくやっておりますよ。てんたまさん、大樹さん、こんばんは。てんたまさん、島の光っていうのか。島の光は一番美味しいそうめんだと思います。そうなんだね。そりゃ、話やな。私は、その、イボの糸もらってもさ、別になんかそうめんの美味しさはわからないので、特に嬉しくもなんともなかったんだけど、そりゃ、話やな。じゃあ、ちょっと期待大だな。たぬこさん、
ぴょんさん、16度の快感とは、てんたまさん、ぜひオフ会を開催し、皆さんで楽しんでくださいね。皆さんで楽しみたいよ、これは、と思ったわけよね。いいネタがやってきたなと思ったわけでございます。ぴょんさん、布団かぶってちょうどいい冷え冷え感ですのよ。たぬこさん、てんたまさんわら、ことでんの駅と駅。何分止められるのすごいな。ぴょんさん、てんたまさん、差し水禁止の面ありますの。へえ、そうなのね。知らなかった。たぬこさん、ぴょんさん、それです。そうなんです。それがちょうど良いんです。おもろいな。たぬこさんな。ぴょんさん、たぬこさん、うんうん。もうなんだ、意気投合している。通じ合っている。てったまさん、ぴょんさん、博多ラーメンは差し水禁止ですか？確かにね、麺の細さ考えると、博多ラーメンでもいいかもしれん。たぬこさん、島の光美味しそうね。ぜひ、茹で係に。なんとしてでも誰かに茹でさそうとしてる。てったはさ、たぬこさん美味しいですよ。ね、ちょっと期待大だよね。食べたいよね。みんなでちょっと楽しみたいよね。ぴょんさん、てったまさん、ちゃいます。そうめん、冷麦は、差し水不要の説ありません。じゃあ、そうめん、冷麦が差し水、じゃあ、うどんそばは、差し水が必要で、あれか、細い麺か。細い小麦の麺は差し水不要ってことなのか。へえ。余計めんどくさくなっている。余計めんどくさくなっている。てんたまさん、ことでの駅は、短い区間で2分くらいですかね。いや、2分無理。2分無理、2分も息止められないんですけど。てんたまさん、ぴょんさん、そうなんですね。知ったかでした。知らなかったよね。麺類はそういうもんだと思ってたよね。なんか吹きこぼれそうになったらびっくり水入れて、で、再沸騰したら、ね、水気切ってね。で、まあ、なんだっけ、氷水で締めるんだったっけ、麺をさ。氷水って言われた瞬間、私には無理。私には無理だと思ってね、やらないわけですよ。やんねえの。まあ、とりあえず頑張ってさ、びっくり水まではいいよ。びっくり水までは頑張るけど、それ以降の工程私には無理だと思ってな。だから大概適当に茹でじゃんか。で、あれだ、火にかけて沸騰すっちゃん。沸騰したら火を止めて、で、冷麦とかそうめんではわかんないけどさ、大概うどんかな。だから、うどんパスタだね。うどんパスタを、まずね、火にかけて沸騰したら火を止めて、で、5分ぐらいだったかな。5分ぐらいしたら、水気切って、で、食べる。からね、もう全然水使わねえ。水使いませんっていう感じなんだよね。えーっピョンさん、お買い求めの麺の説明書をご確認くださいませ。もうね、まず読まないもんね。そっからだよね。そっからだよね。まず読まない。ただ茹で時間だけ、表に茹で時間何分とか書かれてんじゃん。もうそれしかにない。
それしか見ないよね。てんたまさん。まあ、カニタンさんがうまいこと茹でてくれますよ。だよね。だよね。だからもうさ、ね、冷麦じゃない、そうめんオフ会の相談したかった人が今日来てないので、今後ずっと来てくれなかったとしたらさ、自分で開催するしかないからさ、どうしようか。ってとこでね、かのこさんを捕まえたわけよ。かのこさん捕まえたって言ってさ、茹でて。そうめん茹でてっていうね、感じですよ、今ね。ぴょんさん。今日、カニタンさんいませんね。そんなのよ。みんなで呼びましょう。せーの。おーい、カニタン。カニ。まだカニ。天玉さん、捕獲杯。そう。両手で両足を押さえてるな。逃がさんぞっていう状態ですよ、今。そう、だから、何ね、数人だったら、まあ、うちで、うちででも暑いなっていうのでさ、暑いからさ、この前のな、ウグイスネットが無駄にならないっていうのでさ、まあ、近所のコミュニティセンターをさ、調理室借りて、調理室借りて、でね、そうめん茹でて、で、そうめんオフ会やれば、まあ、10人超えのね、オフ会もできるかなと思って、ただまあ問題は、私がそんなね、集客能力があるかっていう話なんだけど、だから参加してくれる人がお友達連れてきてくれることに、期待するしかないっていうね、オフ会。残念なオフ会な。てんたまさん、たぬこさんは頼りになりそうですね。頼りになりそうだよね。サバイバーだもんね。サバイバーだからさ、もう本当頼りになりそうな人ばっかりでさ、もうね、頼もしいよな。だからさ、考えたわけよ。キャンプオフ会。キャンプオフ会も考えたわけよね。要はそのね、ウグイスネット無駄にならないっていうところでさ、最初はキャンプ場を借りて、そこでそうめん茹でて、みんなで食べるっていうな。それも考えたわけよ。それも考えたけど、いやいやいや、暑いよと思ってさ、外は暑いよと思ってな。あ、そうだと思って。じゃあ、調理室借りてさ、まあ、そこで茹でるのが一番いいんじゃないのかっていう結果になったわけ。な。で、まあ、つけだれは参加者持ち寄り。で、私はそうめん持ってくからっていうな。そのそうめんももらい物っていうな。でもまあ、あれか。調理室のレンタル代は、まあ、負担すればいいみたいな。そういうことかな。じゃあ、あれかな。タロットカードタイムでもいけばいいのかな。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。はい。で、あとは何の話すればよかったんだっけ？今日は金曜日か。金曜日で晴れてたんだよな。で、一応、農協は行ったんだったっけな。農協は行ったんだけど、まあ、相変わらず、安い野菜はなかったので、眺めて帰ってきましたよ、みたいな、そういう感じかな。ピョンさん、もう遅い時間なので、ストッピュありがとうございます。では、ピョンさんからストッピュの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。いただきますよ。せーの。1、
2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの、じゃじゃん、おーっと、誕生日。今日、私の誕生日。誕生日にタワーのカード出てるけど、もうさ、あれか。ね。40代最後だからね。なんか、でね、もう来年の7月5日で、死ぬので、ちょうどラストあと1年間ね、価値観の大変化ね、今まで生きてきた生き方とは、まあ違う生き方でもしてみようかっていうメッセージなんでしょうかね、これね。けんたまさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ぴょんさん、星屑のステージ。あ、なるほどね。星屑のステージって考えるといい感じね。煮干し、ちゃんと一個ずつ煮干し残ってんだ。なんだよ、クータ。煮干し喜んで食べてたからさ。でもクータ以外煮干し食べないんでさ。ねえ、だから一匹ずつ乗せてたのにさ。ちゃんと煮干しだけ残ってる。なんなんだよ、もう猫。魚食べなさいよ。てんたまさん。君は生き延びることができるかな。生き延びたところで幸せなのかどうなのかわかんないんだけど。あ、そうで、ハンバーガーの食べ方がさ、わかんないなって思ってたわけ。でね、ハンバーガーの食べ方動画を見ようと思ってたんだ。どうでもいい。はい、すいません。ともひこさん、ザ・タワーは、何にゃ、ね、なんだろうね。てんたまさん、クレイジークレイマーを、クライマー、クレイジークライマーを思い出すカードですね。そうなのね。ヨッシーさんがいたら多分話が通じたんだろうな。なんか登山かなんかの映画かなんかなのかな。ザ・タワーな。ザ、タワー、タワー、タロット、タロ、タロットで、どうだ。あ、なんか画面が暗いぞ。勝手に夜モードになってるぞ。はい。うーん基本意味、聖地だ、今日ね。は、新たな創造を生み出すための破壊を表すカード。高いタワーに雷が落ち、崩れるタワーから人々が落ちてきます。そしてその表情には予想もしてなかった出来事への衝撃が現れています。ショッキングな風景ですが、破壊と創造を繰り返してこそ人生も物事も発展します。すべてが崩れれば遠くまで見渡せるほどに視野が広がるのです。また、16にナンバーを持つタロットである塔のカードは、日常生活の中に現れる障害、基地を今日に転じる力についてもメッセージを送っています。なるほど。なんかさ、今年の1月1日って超、強運日だったらしいんだよね。で、能登半島の地震が起きたじゃんか。で、強運日っていうのは、まあ、いい日とされているけれども、まあ、なんだっけ、エネルギーが強い日だから、まあね、良くにも転じるし、悪くにも転じるんでね、だから悪いことでも大きくなんか出たりする日なんだよねっていう話だったね。へえと思ってさ。はい。落ちる王冠、力を失う、大きすぎる野心、おごり高ぶった心、はい、すいません。塔に命中する稲妻、予想もしないアクシデント、突然の災害、
驚く出来事、崩れゆくと固定概念、生活の基盤を、プライド、はい、聖地、キーワード、激変、無意識のうちに積み上げた思い込みや自分の中の常識を崩すには、外的要因が一番の力になる。当の聖地の意味は、安定していたものが突然、一瞬にして崩壊したり、形を変えたりすることを表しています。また、衝撃的なほどのインスピレーションが湧く場合もあるでしょう。聖地キーワード、アクシデント、予想外の展開、激変、ショック、電撃的な出来事、崩れる、我慢が限界に達する、悩み別読み解き例、恋愛、突然の別れ、電撃結婚、仕事、急なトラブル、突然の転機、対人、雨降って地固まる可能性、決断、すべてを一新させる覚悟が必要。はい。深読み。悪魔と塔の2枚だけ背景が黒。タロットでは黒は警告や邪悪を意味する色。悪魔は執着や誘惑が強かったですが、塔は悪魔の束縛から解放されていると考えられます。まとめ。聖地なら強烈なほどの一瞬の衝撃を表すカードでした。そういえば、今日って地震あったのかな？今日じゃなかったっけ？昨日だったっけ？昨日か、今日じゃないか。なんか地震あった気がしたけどと思った。を表すカードでした。塔は、発展のためにきっかけは、時には外からやってくると伝えています。確かに。聖地の場合、失ったものを深追いするのはやめましょう。はい。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、今までの価値観の崩壊っていうカードなんでね、価値観の崩壊らしいです。楽しんでいただけてたら幸いでございます。てんたまさん、昔のゲームですね。ゲームなのか。ピョンさん、安定したものなんてないよね。そうだね。ピョンさん、雨降って地崩れるし、ね、それがなぜか固まっちゃうっていう、そういう話だろうな。で、何の話しようとしてたんだったかな。忘れちまったな。ハンバーガーの食べ方。ハンバーガーの食べ方、どうやって食べるのかなって思ったんだけど、そう。で、だから場所がさ、六本木だしさ、ベンツのお店だしなっていうのでさ、どんな人が利用してんのかななんていうふうに思ったんだけども、多分この辺のな、ヒルズに住んでいる、成功者の、若者たちがね、どうやら旅に来てるようだぞっていう感じだったわけよね。で、その向かいっていうかな、前に、来た、4人組の男性はね、ハンバーガーをみんな注文してたんだけどさ、私は、チキンタツタかなんかでね、中の、具は1個1段っていうのだったんだけれども、見てたらね、ハンバーガー2段みたいなね、スペシャルな感じなのかしら。チーズとかもね、垂れてる感じのな。で、立ってる旗もさ、私は普通に竹串かなんかが刺さってる感じだったんだけど、彼らのがベンツって書かれてるのかなわかんないけど、書かれてる旗が立てたわけよ。お子様ランチの旗みたいにさ。でね、さらにでかいの出てきてるな、なんて思って、で私これ食べ方わかんないなってさ、そういえば思ってたわけよね。で、ナイフとフォークが出てたんで、切って食べてたわけよね。
で、まあ、だから全部一緒に食べられることはなくて、パンだけ食べて、で、ね、チキンだけ食べて、で、下のパン食べてみたいな。まあ、そんな感じで食べてたんだけどさ。ただまあ、紙の中にさ、入って一応出てくるじゃん。ってことは、これ紙持って、こうかぶりついて食べるようなんだろうなと思って、で、まあ、それが本当は正式な食べ方なんだろうなと思いつつ、いや、これみんなどうやって食べてんのかなって思ってたんだよね。で、見てたらさ、前の男性陣はみんなちゃんと、こう、食べてたわけ。普通にさ、マックのハンバーガー食べるかのごとくさ。すげえなと思って。どうやって食べてんだ片手でこう、ハンバーガーを食べながら、山盛りポテトをさ、食べてるわけよね。普通にだからマックで食事してるかのような絵面だったわけよ。全くナイフ、フォーク使ったりとかすることなくさ。あ、そうなんだ。やっぱりみんなあれはかぶりついて食べてるもんなんだなと思ってさ。なんかね、目の前でそうやって食べてるなって思ったところでやっぱりさ、どうやって食べてるとかって思ってね、なんか不思議だったんだよね。てんたまさん、スペシャルバーガーは2000円くらいですか？あね、そう、だからバーガー単体の値段はさ、わかんないわけよ。私ほら予約して行ってっからさ、なんかそれ用のメニューなのよね。だから多分、他の、一般的に普通にメニューで出てるメニューとはまた別のバーガーかなと思うので、なんか違うんだと思うんだよね。で、普通に出てるスペシャルのバーガーが、まあ、いくらぐらいするのかわかんないけど、まあ、多分するんだろうね、そんくらいね。そんな感じ。適当言ってんな。ピョンさん。シグネチャーバーガーって今ないね。知らないシグネチャーバーガーって初めて聞いた。シグネチャーバーガーで検索しなきゃならんやんか。はい、ちゅうわけで。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。そうだ、そうだから、これさ、たけしの前にさ、この花を置いちゃったらさ、一応これさ、バラなんだけどさ、なんか菊の花なんか仏壇の花みたいな感じになっちゃったわよねって、なんかちょっと言いたかったんだけど、最初に忘れちまったな。なんか今、ふと見て、また仏壇の花みたいだなと思ってね、ちょっと置く場所間違ったかしらって感じな。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。